宮城県代表、石巻市 NPO 法人虹色クレヨン、柴田茂樹さんです。テーマは、命の使い道。2011年3月11日午後4時30分、その日、石巻は雪が降っていた。門脇小学校に残っていた人は全員避難させた。全員助けた後、校庭の方から助けてというおばちゃんの声が聞こえた。行きたくなかったけど、でもしょうがないから瓦礫の山を登っていった。火事がどんどんすごくなってる。周りはいつ爆発するかわからない。そんな中でおばちゃんは、私の毛皮がなんて言ってる。うるせえって言ってやった。水でずぶ濡れのおばちゃんを抱えて助け出した。我が家では何かあった時には門脇小学校に避難することに決めていた。甥っ子、姪っ子も門脇小学校に通っていた。しかし門脇小には小学生がいなかった。家族も見つからなかったから、みんな逃げ遅れたんだと思った。絶望した。その時、ああ、俺は一人ぼっちになっちゃったなと思った。家族がいない。でも家族の代わりってわけじゃないけど、その分周りの人を助けようと思った。崖の下、崩れた家の屋根に人がいる。下からは火の手が上がっている。助けてって声が聞こえる。一人じゃどうすることもできない。近くにいた避難した人たちに声かけて、ロープで崖から降りて瓦礫を渡って2階から助けた。見える範囲はみんな助けた。重いおばあさんは2人がかりで運んだ。至る所で爆発があり、助けたばかりの家が燃えていく。火の向こう、瓦礫の奥、そこにいたのが家族だったら行ったかもしれない。けど知らない人を助けに行くことはできなかった。それから2、3時間後にはそこは火の海になった。もう俺はその場にいた人たちを助けられたからよしとする。でもやっぱりそこには確かに人はいたんだ。いっぱいいた。これは2011年3月11日の私の体験談です。自己紹介をします。私は柴田茂樹と言います。宮城県石巻市で生まれ育ち、東京の大学で油絵を専攻した後、故郷の石巻で画家として活動しておりました。同時にお絵描き教室の運営や剣道の指導もしていました。東日本大震災後は被災した子どものケア活動を行う NPO 法人虹色クレヨンを立ち上げ、代表を務めております。続いて避難所でのお話に移ります。震災から1週間、幸い家族とは再会することができた。町に残った津波の水が少し減って歩ける距離が増えた頃、スケッチしに町に出たが、描いてる途中で吐き気がしてくる。ちょっと今は描く気になれないなと。そんでね、そこからこの残った命を使って何しようって考えた。絵も描けない俺が何できるんだろう。俺は一体何ができるのか。俺は一体何ができるのか。避難所では10歳の女の子と6歳の男の子の兄弟が目の前にいて、我慢して避難所暮らしを続けている。この子たちに何かしてあげたい。発散できる場を作ってあげたい。そしたらお絵描き教室しかないな。そんで子供の心のケアだべな。その頃にやっと携帯が復活して、東京の友人にこの教室の運営協力と物資を送ってくれって話をしたんだ。避難所のリーダーたちの会議があって、そこで子どものケアを提案したんだ。そしたらリーダーの一人がいいねと言ってくれた。そんでとにかくやってみることにした。避難所の近くの無事だった家を回って、ペンとかクレヨンとか紙をくださいって。本当はお絵描き教室に通ってた子供を見てあげたい。でも今はできない。俺に今できるのは避難所の子供たちにやってあげることだけ。
そのうち新聞が届くようになった。そこに安否情報が載るんだよ。お絵かき教室の子供が2人亡くなっていた。行方不明が1人いた。今も連絡のつかない子がたくさんいる。悲しい、悲しすぎる。剣道の仲間も亡くなった。逆に人づてに俺が生きてるのを聞いて、なんとか俺に連絡を取ってくれようとする子供もいた。だからね、今一緒に生き残った人たち、避難した人たちも含めた今生きてるみんなのために生きようと思った。今生きてる人のために残った命を使おうと。このようにして私は石巻高校の避難所で子どもたちの支援をする活動を始めました。電気も遊び道具もない中で子どもたちと歌ったり紙飛行機をしたり鬼ごっこをしたりしてました。このように絵を描いたりもしました。またこの活動を継続して行うために NPO 法人虹色クレヨンを立ち上げました。これを着て子どもたちと遊びます。子どもたちにはおんちゃん師匠って呼ばれています。現在では避難所から仮設住宅や地域の集会所に場所を移し、遊びを通しての子どもたちの心のケア活動をしています。この3年間、子どもたちに心に寄り添うことを大切にしてきました。1493回の活動を行い、2万75人の子どもが参加し、7277人の方がボランティアとして参加してくださいました。その中で感じた変化が大きく2つあります。1つ目は子どもたちの心の変化です。震災直後、子どもたちは心が荒れていて、このような暗い色での表現しかできなくなっていました。3年経過した今はこんな風に明るい色で楽しみながら表現できるようになってきています。2つ目は大人の方の変化です。活動を始めた当初、批判的だった大人の方がたくさんおられました。今思えば明日のこともわからない不安な状態で子供と遊ぶなんて非常識だと思われた気持ちも理解できます。しかし継続して活動を行い、この活動の意義を伝え続けてきたことで、今では共に子どもを見守る仲間としてたくさんの地域の方が協力してくださるようになりました。これから私たちが目指していることは、子どもを軸とした明るいコミュニティ作りです。今後も石巻では復興公営住宅の大規模移転が待ち構えており、また新たなコミュニティを再建していかなくてはなりません。子どもを取り巻く環境も変わり続ける中で、安心安全にのびのび過ごせる居場所を提供し続けていきたいと考えています。私は震災から10年間子どもたちのための活動を続けていくと決めています。そしてこの活動を通じて、これからの石巻を子どもたちの笑顔であふれる素敵な街にしていきたいと思っています。私の生まれ育った石巻のために、ご清聴ありがとうございました。